H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。おかえり。こんにちは、みんな。新海トンネルや京林病院を除けば、心霊スポットのトップ10を選ぶとしたら、間違いなく北宜高道が挙げられるでしょう。雪山トンネルが開通する前は、宜蘭へ行くには北宜高道を通るしかありませんでした。道路は霧が多く視界が悪く、カーブも多いため事故も多い。伝説の9曲がり、18曲がりがあるのは、当時事故が多発し、幽霊が出るとの噂があったからだ。北宜高道を車で通る人は間違いなく笑うでしょう。心の平安をもたらすためにゴーストペーパーが使用される場合もあります。幽霊神も超自然的な雰囲気をたくさん加えます。今日は北宜高道に関する超自然的な話をします。新海トンネルや京林病院の話を聞いた後で聞きたい場合は、そこに行くこともできます。メッセージボックスでリンクを見つけると、ファラオがそこにリンクを貼り付けます。今日の話はスーパーナチュラルコミューンから来ています。次の物語では、ファラオが一人称でこの物語を語ります。それは父が北宜高道を走っている時に遭遇した奇妙な出来事でした。その年は1950年で台湾全土で砂利産業が盛んになった年でした。私の父もトラックの運転手で頻繁に北へ南へ移動しなければなりませんでした。その日、彼は花蓮からの荷物の荷下ろしを終えて北へ向かいました。桃園砂利工場までは車で合計6時間かかりました。途中北宜高道を過ぎるともう夕方12時を回っていた。この日の山間部は霧が濃く、視界が非常に悪かった。行き交う車は数台しかなかった。どれくらい運転したかわかりません。坪林中継ぎ場を通りかかった時、そこを歩いているおばあさんを見かけました。父は何も疑わなかったので、車を止めて老婦人に尋ねました。おばあちゃんどうしたの？なぜ夜中にまだここを歩いているのですか？おばあちゃんは、しわがれ声で言いました。お嬢さん、いいえ私の家は目の前です。乗せてもらえますか？それほど遠くないところにありました。当時はヒッチハイクをする人が多かったので、もちろん父はおばあちゃんを乗せてあげるつもりだったので、しばらく車で来ました。お父さんは無意識に車のバックミラーを見ると、おばあちゃんの姿が見えないことに気づきました。もう終わった、と彼は心の中で思った。車に乗って死ぬ。阿弥陀様、力。おばあさんは、父が人間ではないことに気づいたらしい。この時、おばあさんは、緊張しないでください。怪我はしませんよ。家まで送ってください。まだ少し先ですよ。と言いました。お父さんは震える声で言いました。彼は30分ほどこのように運転し続けました。おばあちゃんは、横に寄ってください、と言って止まった。お父さんがちょうど車を止めたところです。車から降りる前に、おばあちゃんは父に霧がかかっていると言いました。まずはここに停車し、運転しないでください。運転しないでください。覚えておいてください。おばあちゃんはこれらの言葉を言った後、ゆっくりと父の前から消えていきました。その時、父は突然後進の足音を聞きました。そしてそれは非常に均一でした。この時は息をするのも惜しいほどの汗をかいていたのですが、不思議なことに、音が過ぎると見えなかった濃い霧が一気に晴れていきました。父には何も起こりませんでした。人に聞いてみると、確かにそうだという人が多かったです。山の神様のおばあちゃんは、その土地の義母でもあります。もしかしたら冥界の軍隊が行進中なので、事故を恐れて交通整理に出たのかもしれない。タイバイムが霧に侵入すると、彼女は死ぬかもしれません。これは素晴らしい機会ですが、次の話はそれほど良くないかもしれません。幸運なことに、これはずっと前の出来事ですが、今でも新鮮に覚えています。10歳の夏、両親に連れられて台湾一周旅行に行きました。もう1台、父の会社の友人の車があったので、合計2台で旅行に行きました。私たちが取ったルートは、北から東へ時計回りに移動していました。父は道路事情に詳しくなかったので、ずっと友達について行きました。
大北の新店から北木に向かう高速道路は平日だったので車は少なかった。山間部にはせいぜい大型車しかいない。とても早く暗くなりました。すでに午後7時を回っていましたが、もう新山でした。新店からギランへ行く予定でした。車は2台しかありませんでした。山間部に住民はほとんどいなかった。徐々に標高が上がっていきました。その時、山間部では母が乗り物用意するので、父の友人の車をよく尾行していました。薬が先に眠ってしまったので、お父さんはあまりスピードを出しませんでした。9回の曲がりくねった U 字カーブで、突然女性が車線の中央付近に立って、私たちの車に手を振りました。お父さんは突然立ち止まり、助手席を半開きにしました。私は運転席と後部窓から女性に、どうしたんですか？と尋ねました。その時私はとても奇妙に感じて彼を見つめました。なぜあの女性は暗い山中で淡い緑色の光を放っているのだろうか。車のライトの反射のせいでしょうか？それとも街灯のせいでしょうか？しかも顔は真っ青だった。暑い夏、車内は当然エアコンが効いていたが、窓を開けると車内よりも外の方が寒かった。彼の声は低く、少しエコーがありました。彼は父親に、頭城へ行くの？と尋ねた。私たちを頭城に連れて行き、父は、一人ですか？と尋ねました。当時、私たちは彼しかいないと思っていました。彼の手が突然山の壁を指さして、こう言ったことを誰が知っていたでしょう。私の子供が2人います。最初から最後まで道を歩いている半分の人影は見られませんでした。2人の子供はどこから来たのですか？それから彼の指さす方向を見ると体にかすかな緑色の光を帯びた2人の子供が見えました。父親はすぐに答えて、警察に電話して車を呼ぶのを手伝ってもらいます、と言いました。当時は携帯電話が普及していなかったので、利用できるのは大打タックのみでした。するとお父さんは、ごめんなさい、うちの車はあなたたち3人を乗せることはできません。ちょうど電話をかけようとしたところ、1台の車が逆走してクラクションを鳴らし続けました。そして、私たちの前で止まりました。その人は、と言いました。車から降りてきたのは、父の友達だった。誰もいなかったから。父の車が追いかけてくるのが見えたので、引き返して私たちの友達を探すために車で戻り、車から降りて、ドアをノックして尋ねた。どうしたの？頭城まで連れて行ってほしいという女性がいるとお父さんが言いました。すると、彼女は山の壁を指さしましたが、その女性はすでに跡形もなく消えていました。その時、お父さんの友人は、どうしてそんなことがあり得るのかと言いました。ここまで運転してきましたが、半分もありませんでした道を一人で歩いている時に、どうして誰かが車に乗せてくれと頼むことができたのでしょうか。もしいたら、私が一番最初にそれを見たでしょう。それから父が車に乗り、車のライトを照らしました山壁に差し込んでみると、子供たちの姿はなく、ただ霊を呼び出すための竹に黒い旗を巻き、帯を巻いて山壁に差し込んでいるだけだった。地面には紙や紙粉も散乱していた。それを見た後、私たちは車に乗り込み、あえて窓を開けずにずっと運転しました。それから窓を見ると、突然女性の幽霊とその子供が窓に顔を押し付けているのが見えました。私たちを頭城に連れて行くと言った瞬間、彼らの顔は血まみれになり、女性の幽霊は口を大きく開けました。私が叫びながら幽霊よけのを窓に貼り付けると、彼らは突然消えていきました。父は私に何が起こったのかと尋ねました。このことを父に話したので、ギランに着いたらまずお寺に参拝に行き、その後は何も起こりませんでした。北義行道は本当にひどいとしか言いようがありません。そして音が本当に残ります。お寺がなかったらどうなるの？次の話を読めばわかります。この事件以来、私はもう10年以上この道を歩いていません。これは紆余曲折を経た個人的な体験です。真夏の夜、目的もなく一人でブラブラするのが好きです。
どこへ行っても車はあっという間に坪林に到着。車の中でダンスミュージックが流れていて、小さな子供のようにステレオを大音量で鳴らしています。運転中に首を振り、音楽に合わせて叫んだりしています。これは私にとって夜の最も幸せな瞬間です。北技高道には車が1台もありません。道路には紙がたくさんあるだけです。時折、反対方向を通過する砂利トラックが紙を丸めて飛んで行きますが、ナイトツアーへの私の興味には影響しません。突然、一台の車が私の横を通り過ぎて行きました。なぜそんなに早く運転しているのですか？それで私はその車を追って運転を続けました。紆余曲折を経て、なぜまだギランについていないのか不思議でした。それから速度を落とすと、電柱の横に黒い服を着た男が立っているのが見えました。私は心の中で思いました。奇妙なことだ。夜そこに立って誰を死ぬほど怖がらせようとしているんだ？それで私は運転を続けてコーナーを通過しました。なぜあの黒い服を着た男がまたここに来たのですか？いいえ、直線です。なぜ私は彼に会ったのですか？二度目に車で走り続けた時、再び彼に会いました。なぜ私は同じ人に会い続けたのでしょうか？ほぼ3時間運転しているのに、なぜ何度も振り向くと同じ人を見るのですか？どうやら壁を突破しようとしているようで、少し広い道路のある場所を見つけてゆっくり車を寄せ、点滅している黄色のライトを点灯して携帯電話を確認します。信号は全くありませんでした。この時は霧が出ていました。10メートルくらい先しか見えませんでした。突然、頭側全体が痺れてしまいました。バックミラーを見上げました。なんと、私の後部の車のガラスの上に大勢の人が横たわっているのが見えました。上の人たちはガラス越しに私を見ていました。私は阿弥陀仏の6文字の座右の銘をできる限り唱え続けましたが、これらの幽霊は消えることができませんでした。全くいねえとされました。突然、私の CD に大慈悲マントラのダンスバージョンがあることに気づきました。それを試してみてください。再生ボタンを押します。音量を超大音量に設定します。一瞬のうちに霧がゆっくりと消えていきます。幽霊はどこにいるの？誇張ではありません。彼らはうなずいて姿を消しました。それから私はゆっくりと市内から浜海大焼道に直行して家に帰りました。私は一生北技高道には二度と乗らないと誓った。大慈悲のまじないで出会いが増えるという意見も多かったです。これは本当ですか？でも、もしかしたら私のバージョンのダンスミュージックが本当に幽霊を追い払うことができるかもしれない。物語の終わりには、車に一緒に乗ろうと神様を招く人もいるでしょう。この機会を利用して、神々の物語についてお話しさせていただきました。これは私が若かった頃の個人的な経験です。我が家は母祖を崇拝していたので、私は西国小学校の3年生か4年生だったと思います。ある時、夜中に寝ている時に突然震えました。私は恐怖で目が覚めました。目覚めるのは本当に奇妙でしたか？地震ですか？そう思っていたら、また突然突き飛ばされた。私の目はすぐに涙が溢れました。なぜそれが間違っているのかと思いました。家で祈りを捧げています。なぜ私は幽霊に出会うほど運が悪いのですか？この時、念仏を唱え始めたのですが、また押されてしまいました。この時、私はボソ様に物乞いをし始めました。私はボソ、助けてくださいと言いました。寝たかったので震えを止めました。私もとても気持ちが楽になり、ゆっくりと眠りにつくことができました。翌日、このことを母に話すと、母は私を連れて助けを求めに行きました。ジゴン先生、ジゴン先生、最初は私を笑って、卑怯者だと言いましたか？こうやって泣きながら、泣いているなんて言ってないよ、と思いました。どうして彼はそれを知ることができたのでしょうか？この時母はマスターに、どうしたの？と尋ねました。私も尋ねました。何が起こっているのですか？
マスターは王子様が誰かと遊ぶためにあなたの家に来たと言いました。彼はあなたが眠っているのを見てあなたを揺さぶって起こしました。初めて彼があなたを揺さぶった時、あなたは起き上がりませんでした。二度目はあなたも起き上がれませんでした。思いがけず、三度目にあなたは彼を報告しに行き、彼を傷つけました。怒られてちょっと不機嫌だったので、きっと私も不幸なんだろうな、と思いましたが、王子様から一緒に遊ぼうと誘われるのはなかなか面白いと思いました。その後、マスターは彼にキャンディーをご馳走しますか、と尋ねました。もちろん。それで私たちはキャンディーの入った袋を買って神のテーブルに置きました。その夜、私はとても不思議な夢を見ました。雲だらけの場所を意味もなく飛び回っている夢を見ました。具体的な内容は忘れてしまいました。その日のことだけは覚えています。私はとても嬉しくて、ユンの隣に座って、いくつかの話をしました。たくさんの人が私の前で見ていました。今回の夢はこんな感じでした。今振り返ってみると、本当に面白くて魔法のようです。これは、私と神様との出会いの物語です。私も子供の頃、ドラゴンに関係する魔法の夢を見たんですが、それは金色のドラゴンでした。機会がありましたら、またお話しさせていただきますね。今日のプログラムはここまでです。メッセージボックスを残しました。メッセージを残して、超自然的な物語があれば教えてください。また次回お会いしましょう。